おー、3台。今年の、ラスベガスはい。に向けてね、ヴィンテージのクラスで候補が3つあるわけよ3ね。つですね。89と91とファクトリーチームね。89ステルス、91ステルス、ファクトリーチーム。これ3つが同じクラスに出れるんだよね。そうね。どれがいいと思難しいね、これね。結構違うんだよね。う？どれもそれぞれ特徴があるよね。去年出たのはこれよね。89よね。そうね。で、その後に発売されたのが91よね。で、そして、新しく。今年発売されたのが、フなんァクトリーチーム。か、このレース用に作られたような気がする。そう。ヴィンテージチャンピオンシップとか、ヴィンテージレースにそのまま出られるように、いろんなものを買い足さなくても済むように作られたキット。でも、なんかヴィンテージというにはあまりにも斬新すぎて。そうね。今の現行の車にシャシだけが違うっていう。最新マシンよね、これね。だからまあ、ほぼ大半の人はこれを使うんじゃない？確かに走りそうな車やね。間違いないよね、これね。僕の場合は89もあって91もあるので、もしそちらが良かったらそれを使いたいなと。まあ一番大きな違いは、やっぱり足回りやと思うのね。足回り。その当時の車っていうのはみんなこの足だったからね。あ、短い。短い。はい。だからこれの、まあ、ステルスの一番の特徴っていうのはロングアームやからね。足長いよね。前後とも。だからそれが、シャシもあるけれど、まず一番の違いっていうのはそこやろね。それと、まあダンパーね。ダンパーの太さは全部違うよね。まあこれも、本来は10ミリやったよね。これが10ミリ、12ミリ、13じゃないかな。13よね。まあダンパーは太い方がいいのが定番なので、まあ、最終的にはダンパーはこれを使いたいね。13ミリね。だからまず、こっちちょっと大きいから変化が。これとこれを走らすのがいいかな。そうね、その2つを走らせて、いい方と、この FT と比べるっていうのがいいよね。それが去年、ラスベガスで出場した89だね。89。そのままやね、これね。そしてこれが、その後に発売された91。あの時点ではなかった。シャシ変えた。で、これがアルミやったんだな、このシャシね。これがノーマル。これがカーボン。そうね、グラファイトでテストしたいね。こっちもグラファイトやからね。それはもう変えたので、これをテストするのに、ホイールがこれではつかないんで、だからこれの足の先だけをね、ユニバーサル移植してハブを移植すれば、そのタイヤがそのまま使えると。これと同じものを使えるし、それはいいね。ダンパーはそのまま移植できる。で、フロントがね、問題なのは長さが違うんでね。長さ合わせたいね。で、約10ミリ違うんで、10ミリ下に穴を開ける。そうすれば、どっちも使えるし、ね。同じダンパーできると。同じダンパーできる。ああ、それは比較しやすいね。で、ウィングも使える？そのまま。根元から取れば。この位置を変えれば。ウィングも変えたい。そしたらその辺を移植できるように準備してテストしに行きましょうか。そしてその2台のいい方を取って、その後、FT との比較テストで1台に絞ると。はい、やってきました。群馬県にある緑市にある緑サーキットやってきました。ここで今日からアソシエイテッドヴィンテージチャンピオンシップ2026に向けて、テスト走行を開始したいと思います。今日はですね、ステルス89、これは昨年使った、マシンですね。それとその後に発売されたステルス91、その2つの車をテストしてどちらがいいか見極めたいと思います。そして次に進みたいと思います。はい、そして準備できました。どんな感じでいきますか？今日はこのシャーシーのテストだね。はい。89と91をテストすると。こっちが89ね。こっちが91。これラスベガスで使った車やね。こっちがね。これ新しい方なので、これで一応シャーシーテストをするので、シャーシー以外のも全部こっち移植する。91からいくってことね。これはもともとは89についたものをこっちへ移植して。ということはもう簡単に戻るんでね。戻す。共用で使えるのね。そうそう。共用。だからできる限り他を揃えて、シャーシーのみテストすると。そうすると、
シャーシーと足回りの比較テストができる。そうそうそう、足回りってもうほとんど一緒なんで、ここもこれはもう移植してるんで、フロント周りはごそっと違うよね。これはもう違うんで、これがまあ一番大きいよね。ダンパーもその同じダンパーを使うんだけれど、こっちの方はね、91の方はね、すごい長いダンパーを使ってるんで、でこれはまあ食タワーも高いんで、これ短くしてね、ショート仕様に穴を開け直して、はい。というのはね、91はなんでかわからんけど、ものすごいダウンストロークを取ってるのよね。ギャップの路面やったからね。そしていきます。今年も2026年アソシエイテッドヴィンテージチャンピオンシップラスベガスで開催されます。8月末に出発しまして、9月の頭ですね、1週間かけてレースを行われます。それに参戦します。そのための準備に来ました。今日は何月ですか？今日は5月のゴールデンウィーク、はい、ちょうど4ヶ月前か。なんかこの車オーラあるな。キャンプ飛べへんねんけど。デフ。これ全然空回りしてる。あ、デフか。スリッパーじゃなくて。スリッパーじゃない。逆にスリッパ締め込みすぎてんの。めちゃめちゃギャップめちゃめちゃいい。でも、曲がりが悪い。ああ、フロントのせいかな。タイヤ変える。一番曲がるタイヤにする。リアはこのまま。そうなのね。じゃあちょっとジャンプ飛べるようにして。さっきデブを決めます。もうギャップの良さは魅力や。すごい楽。そうか。さすがギャップ重視に作った車やね。それだけを考えてた感じやな。そう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 。曲がりはあんまり考えてない感じ。じゃあ大体そうなんよね。どっちか矛盾するんだよね、そこがね。91はギャップだけを考えたらベストやと思うね。だからそのギャップも後ろか前かっていうあれがあるやん。あっちにつける。後ろはいいとは感じなかったけど、前はいい。前の逃げがいい。それがこのシステムやね。でもこれ取ってるのはもう91しかないんだよね。そうです。車もないし。それが91の特徴やね。では89いきましょうか。はい、じゃあちょっと移植します。逆のパターンって面白いね。91から始めて89って。そうそう。ね、あ、LT は入り口なくなりましたね。全部ネジ式になって。完成。完成しました。さあ、それでは89いってみましょう。多分大丈夫です。
こっちの方がコーナー早いね。これでいこうか。これ早いね、決めるのが。早い方がいいんちゃう。これと FT との比較でいこうか、次は。これのフロントどうなのね。フロントちょっとあんまりちょっとパッとしないけど、これはまあなんとかできるけど、打楽はな、アパデル切ってしまうか、サーボの位置は少し前やるかな。ちょっと打楽が少ないね。確かに当たってるもんね。もう一回だけつけてみて。反対。指先に宿るは神のコントロール。誰よりも早くただ前を見つめて、限界のレコードを今塗り替えてゆく。コンマ1秒のシビアな世界で戦い続ける熱き魂、妥協を許さぬ情熱の火を燃やせ。 Go まさに限界を超えてゆけ。 Go まさにサーキットの風になれ。世界を制した